皆さんこんにちは。幽霊社員のジョン・トラボルタです。突然ですが、皆さん、イブ4大国のテック1のフリーゲートって何の船が好きですか？各国それぞれ特徴があって、いろいろ好みあると思うんですが、中でも自分はミンマターのリフターがね、大好きです。船の性能はちょっと置いといて、ミンマターの船って全般的によく耳にするのが、スクラップの寄せ集めみたいだよね、結構聞くんですけど、なんかね、それもいい感じの味出してるし、このリフターってなんかこの宇宙船っていうよりか戦闘機みたいな感じ。このスタイリッシュなフォルムがね、結構好きです。実はこのリフターくん、ゲーム内でよく見るとフィッティングウィンドウのアイコンにもこの真上から見たリフターのシルエット使われてたりとか、ちょっとね小さくて見づらいんですけど、シップハンガーのボタンにもね使われてたりします。あとはね、みんな大好きフィッティングツールパイファにも使われてますよね。あと CCP の社員がおもちゃのリフターを使って子供の飛行機遊びみたいな感じでオフィスの中をピュンピュン飛び回るなんていうね、なかなかお茶目な動画もあったりします。途中でシャボン玉が飛んできて、あ、バブルがある、ワープできないよなんて言ったりね、ちょうど廊下の角を曲がったところでゲートキャンプにあったりとか、概要欄の方にリンク貼り付けておきますんで、結構面白いんでね、ぜひチェックしてみてください。これからソロ PVP ちょっとやってみようかなと思ってる人たちにとって、まあ参考程度になればいいかなと思うんですが、フリーゲートってめちゃくちゃ安くてコスパいいっすよね。全部テック2のモジュールを装備したとしても、10M いくかいかないかぐらいなんでいっぱい落としてもいいよと。だから PVP のための、基礎的な経験を積む。例えば敵の見つけ方だったりとか、船の操船、モジュールの操作、それとかあと接敵の方法っていうのかな、どんな方法でどんな距離でエンゲージしていこうかなとか、自分の船に合った戦術を考えたりとかね、あと武装、ロケットとか小型タレット特有の狭い射程範囲のシビアなレンジコントロールだったりとか、そういうのってどんな船乗ってても基本的な操作、それとかあと考えることっていうのは一緒だと思うんで、このリフターに限らずフリーゲートで練習するのは PVP 船たくさん落ちるんで、コスパ面考えると非常に有効活用できるんじゃないかなと思います。というわけで今回僕が溺愛しているこのリフター君をギリギリ確かねアルファアカウントでも乗れるはずなんで、アルファアカウントでもいけんじゃねえかぐらいのソロ PVP 仕様にして遊んできましたんで、またフィッティングも兼ねて共有できたらなと思いますんで、やっていきます。よろしくお願いします。はい、じゃあフィッティングの方を見ていこうと思います。パイファを日本語にしてみました。フリーゲートのリフター、これですね、こんな感じでね、アーティレリーがついてます。ロングレンジタレットですね。で、今回使ったこのリフター君の、コンセプト、戦いのコンセプトとしては、相手のね、ショートレンジのタレットとか、あと、電池を吸ってくるね、ニュートラライザーから回避しながら、このロングレンジのね、アーティレリーのボレーを、相手の胸元にぶち込んでいくっていうスタイルで、それプラスロースロットルの方には、ロースロットルとかリグね、リグの方には、船の速度、あと加速性能とかをね、アップしてくる、底上げしてくれる、モジュールつけてて、割となんかスピード重視、ミドルカイトっていうのかな、そういうような部類に仕上げてます。で、上から順にちょっとモジュールを見てみると、まずアーティレリーね、一番大きいアーティレリーです、スモールの。で、オプティマル範囲は
これだけオプティマルありますよと。だいたいこのディスラプターの範囲をね、だいたいカバーできてます。で、ワープスクランブラーをね、当てられても速度止まらないように、アフターバーナー。で、より安全な距離から、相手を捕まえてね、DPS 投射できるようにディスラプターをつけてます。で、このディスラプターは、多分ね、みんなもご存知かと思いますが、マイクロワープドライブをね、カットすることはできないので、相手がね、マイクロワープドライブとかだと、積みますと。はい、で、相手の速度を落とすね、ウェブファイヤー。で、ダメージコントロールで、レジストを底上げして、アーマーリペアラーと。どうしてもね、少しは被弾してしまうんで、リペアを乗っけてます。で、ジャイロスタビライザーと、DPS はアップですね。で、オーバードライブインジェクターシステム。これが船のね、速度をアップさせてくれるモジュールです。カーゴ容量を少なくなる代わりに、純粋にね、船の速度をアップしてくれます。これと同じようなモジュールが一つあるんですが、ちょっと比較してみると、これですね。ナノファイバー内部構造。これもよくね、ナノフィットって聞きますけど、これですね。これをストラクチャーのヒットポイントのペナルティになる代わりに、船のね、速度と、あと加速性能がアップします。このナノファイバーの場合は。アラインタイムが短くなります。船の速度とね。そういったモジュール、俺もね、これ、ナノファイバーつけたりとか、オーバードライブで試したりとか、ちょっといろいろやってみました。これはね、どっちでもいいと思います。好みで。で、このリグの方も、スラスターと、エンジン、ポリカーボン、エンジンハウジングっていうやつがあるんですが、モジュールステータス見てみると、こんな感じになってますと。小型スラスターの方は純粋に速度をアップします。代わりに副作用として、これドローバックっていうんですけど、これですね、ペナルティです。アーマーのヒットポイント、これ少なくなります。アーマーのヒットポイントにペナルティがありますよ。で、一方、ポリカーボンエンジンハウジングの方はというと、これも船の速度をアップします。それプラス、感性ですね。加速性能をアップしますよ。代わりにこれも副作用ありますね。マイナス 5%。ペナルティはアーマーのヒットポイントですよ。こういったモジュールになってます。で、光線場所っていうのは、主にローセックのファンクショナルボーのサイトで、結構ね、スピード重視に仕上げてるんで、割とこう、なんていうかな、アクティブに、ファンクショナルウォーのサイトの中に突っ込んでいっても、相手からね、強引に距離を取って戦うことっていうのも、これできると思います。次によく見る同じリフターの PVP フィットとちょっと比較してほしいんですけど、新しいタブで開くと、よくね PVP フィットでこれよく見るのがオートキャノンね。オートキャノンを使ってる、リフターよく見ます。それとあとこのアーマーリペアラーはついてるんですけど、固定じゃねえや、このプレートね、400ミリとかあと200ミリのテック2のプレートついてるリフターよく見ます。割とねこうタンキーな感じよく見るんですけど、この時点でねもう速度あからさまに違いますよね。もうこっちのリフターは1053と、でこっちのリフターはというともう1404出てます。もうこの時点で相手からね強引に距離を取って、この同じリフターの場合だったら相手からね強引に距離取って戦うことができます。それとかあとは、例えばねこれに
今回ね、自分の動画ではブースター、それからインプラント、一切使わないで戦ってるんですけど、もしだったらね、このブースター飲むのはいいかもしれないですね。例えば、インプラントとブースター。これの船のね、速度をアップさせてくれる、オーバークロッカーっていうね、お薬があります。ブースターのステータスを見ると、最高速度が 5% アップしますよと。そうすると、オーバーヒートさせるとね、この1900ぐらいまでね、アップします。で、例えば、このリフターじゃなくてね、実際の動画でもちょっと戦ってるんですけど、コメットなんか見てみますか。新しいタブで開くと。コメットもね、大体この、今はね、レールガンをよく見るんですけど、ブラスターを装備したコメット、大体最初はね、ボイド弾を装備してます。ボイド弾を装備して、ファンクショナルモードの中でね、ガン待ちしてるんですけど、テック2アフターバーナー、全部テック2でね、揃えてます。これで、もうこの時点でね、速度が1276と。で、一方、リフター君は、さっきね、1400出てましたよね。1475出てます。これ、ブースター装備した状態ですね。ただ、差があるのは、この Web の方です。マイナス 55%。一方コメットの方は TEC2 の Web をつけてて、マイナス 60% までね、相手の速度を落としてきます。なので、例えばこのリフター君に、コメットのね、Web を照射されるとどうなるかと。590まで落ちます。これはやばいぞと。オーバーヒートさせます。767出ますね。これブースター飲んでる状態です。で、一方コメット君はどうかというと、これにね、さっきの自分のリフターのフィッティングを、プロジェクトさせます。これですね。574オーバーヒートさせて756と、本当にね、僅差です。非常に僅差な速度になりますね。ちょっとだけリフターの方がまあ上回ってるかなというような感じなんですが、コメットの場合って、コメットもリフターもなんですけど、スキャン解像度、フリーゲートをロックするまで 2.6 秒かかります。で、この隙にロックされる前に、とにかくね、アフターバーナーをヒートさせて、距離をすぐに取るというようなムーブを起こせば、コメット撃破もね、テック1リフターでコメット撃破も夢じゃないですよというような、なかなかね、面白い感じのリフターに仕上がってます。多分、初心者にとって一番簡単なのは、このリフターみたいにこう距離を取ってなんやかんやするとかじゃなくて、ただ単純に近づいて捕まえてぶん殴るっていうような感じが一番簡単だと思います。スクラムレンジで殴り合って生きるか死ぬか勝負するっていうのもまた面白いんですけど、ただこういった感じでスピードに重点置くことで、例えば打ち負けそうになった時とか横槍が来た時、相手よりも速度が速かったら逃げの選択ができるようになると思うんで、よりプレイヤーのスキル向上するんじゃないかなと思います。というわけでバトル映像の方に、移りたいと思いますんで、よろしくお願いします。